アリエついに取引してしまったわ。約束の物が届くまで気が気じゃないわね。ク、まさか皇帝だけが使用を許された本水晶の竜の置物を買ったのだ。あなたも選ばれし者でいたいなら竜を飼いならしなさいってそんなわけないでしょう。ついにアリエクで5000円超えの商品を購入したのよ。それは商品が到着するまで気が気じゃないのだ。ストリームデックっていう配信者向けのデバイスを知っているかしら。スイッチ一つ一つにディスプレイがついてるマクロキーボードなのだ。買ったのはそのパクリ商品よ。オマージュ、あるいはリスペクトの可能性も。見た目がこれほど似てる上に値段を安くしているからリスペクト要素はなさそうね。消費者としては助かるからね。ということで今回は2023年頃から出回っているストリームデックのオマージュ商品を紹介していくわ。中国ではディスコードが使えないからこの商品じゃ操作できないってよく言われているけど、本家のプラグインを拝借してある程度の操作ができることも説明してくのだ。まずはスペックについて本家ストリームデックと比較してみましょうかね。改めて見てもそっくりな形状なのだ。明らかに意識して15ボタンタイプのマーク2に寄せてるわね。追加要素として右に3ブロックのディスプレイがついているのだ。 CPU 稼働率のような表示専用のブロックはここに置くことができるわね。正直あってもなくても利便性にそれほど大差ない気がするのだ。ちなみにディスプレイの解像度はそれほど悪くなくて見た目だと意外と大差ないわ。これだけの価格差は細かい部品の質に関わってるのかと思ったけど意外とくっきり映ってるのだ。これで5000円台で販売するのはやりすぎな気がするわ。ストリームデックマーク2は2万弱くらいするからだいたい3分の1の価格なのだ。ただページの切り替え速度は圧倒的に違うわね。手元にストリームデックがなくて細かいところは主観的な比較になってしまって申し訳ないけど、この切り替え速度は遅いのだ。ページを切り替えてからボタンを押すってことは割と多いのだけど、こんな感じで一呼吸置かないといけないのはそこそこのストレスよ。ディスプレイ表示の更新時間は本家ストリームデックに劣るようなのだ。価格が安い分ハードが劣ってしまうのは仕方ないかもしれないわね。続けて基本的な使用方法について解説するわ。今から説明することはストリームデックでも同じだから、すでに本家を持ってる人は飛ばしてもいいわよ。ストリームデック持ってる人はそもそもこんな動画見るはずないのだ。まずは専用のソフトをインストールする必要があるわ。取扱説明書にダウンロードリンクが記載してあるけど直接 URL からダウンロードする方式で怖い。ASUS ってメーカーの製品だからホームページからダウンロードできるわよ。こっちの方がまだ安心かな。ちなみにソフトウェアはストリームドックっていう名前で怒られてもおかしくないわね。一文字違いってヤバすぎるのだ。この AKP153E って機種の他に別メーカーの類似製品があるけど、ソフトウェアの UI が同じでハード的な見た目もほぼそのままだから中身は同じなんでしょうね。どちらの中華製品を選ぶかは好みなのだ。意外とバリエーションもあるからお好きにどうぞ。なんとなく既視感があるけど一応オリジナリティ出してて偉いのだ。それでソフトを起動するとこれまたストリームデックを意識した UI で反応に困るわね。細かいところはちょいちょい違って地味に使い勝手が悪いところが残念なのだ。それで基本の使用方法なのだけれど、よく使用されるアクションとしてはこの辺りかしらね。大体はマクロキーボードと同じだね。開くコマンドでは指定のソフトやフォルダを立ち上げることができるわ。大抵のソフトはスタートメニューやショートカットから起動できるし PC の普段使いではそこまで重宝しないかも。ウェブサイトはそのまんまの機能で、規定のブラウザで指定 URL を開くわ。これも動画編集なんかの作業中でないとほとんど使わない機能ではあるのだ。ホットキーとはキーボード上の複数のキーを同時に押すことで特定の機能を実行することができる操作のことで、覚えられないショートカットキーのコマンドなんかを割り当てて活用するための機能よ。ショートカットキーを覚えて活用できる人には不要の機能かもしれないのだ。ただこのアクションの真髄は複数のキー入力を組み合わせることにあって、後ほど改めて説明して差し上げるわ。次はシーンの切り替えやフォルダの作成ね。ボタンが15個だと全然足りないって人がほとんどだからシーンを切り替えたりボタンの中にフォルダを作ってより深い階層に移動させることができるのだ。先ほど説明したけどこの切り替え速度がストリームデックに劣るところね。あとはシーン自体を切り替えることもできるのだ。例えば動画編集用のレイアウトとゲーム用のレイアウトを変えるみたいな感じね。シーンはこんな感じでいくつも設定できるんだけど、指定のソフトウェアを選択することで自動で切り替えることもできるのだ。まだ2つしかないけど Steam アプリを選ぶことでゲーム用のシーンに切り替えるよう設定しているわ。ストリームデックだとプロファイルって名前なのだ。職場ならオフィスソフトのワード、Excel、パワーポイントなんかに割り当てておくと便利そうね。次はこれまで説明した操作を含めて複数のコマンドを実行できるマルチアクションよ。
画面に示しているのは動画編集でよく使う Windows 標準ソフトのスニッピングツールの設定なのだ。最初に説明したソフトの立ち上げではうまく立ち上げられない exe ファイルではないソフトを無理やり起動するためにタスクバーにピン止めしたアイコンをクリックさせるよう設定しているわ。レアケースだけどコマンドが使えない場合でもマウス操作で無理やり自動化させるのだ。ついでにコントロール+N キーのホットキー入力で即時スクリーンキャプチャを取れるようにする。こういう時に複数のコマンド入力設定が役立つのだ。次は画面スリープ時間の設定。AKP153 を操作していない時に画面が消えるまでの時間を設定できるわ。給電は 5V の 0.5A だから消費電力はそれほど気にしなくてもいいかもね。ただ PC がスリープしても明るさがそのままだからある程度の時間でスリープするようにはしとくことをおすすめするわ。こうなってもいずれかのボタンを押すと消灯できるんだけど、ストリームデックのように自動で暗くできないからいちいち消さないと気になってしまうのだ。あとはこの製品特有の表示部分に関するコマンドね。システム系と時間に関するものしか表示できないのが少し残念なのだ。現在の表示ページなんかも表示できれば利便性が上がるのだけどね。ちなみに CPU 温度は機能せず常時 0°C 表示なのよね。ちゃんと表示できるならちょっと嬉しい機能だったのに。トマーストリームデック同様大抵の基本コマンドなら用意されているわ。ただストリームデックで使用頻度の高いホットキーの切り替えがないのは結構手痛い違いなのだ。主にデメリットである本家との違いは後半の章で解説させていただくわ。続けてプラグインの導入方法について解説するわ。実はこのソフトにもある程度の追加プラグインが用意されているのだ。ソフト左上の AJAZ のロゴマークをクリックすると追加プラグインやアイコンの画面へ遷移するわ。結構数があって驚きなのだ。これだけあるなら少しは役立つプラグインがありそう。ないわよ。何が？役立つプラグインはほぼないわよ。何のための追加プラグインなのだ。いくつかストリームデック用に開発されたプラグインをそのまま流用してるのがあって、一部の機能は役に立つわ。一部なの？なぜかうまく機能しないアクションばかりなのよね。アップデートで修正してほしいのだ。まあ人によっては刺さるプラグインもあるかもしれないし、もし購入したら漁ってみるといいわよ。個人的には WinTools と Windows Mover& Resizer は便利だと思ったのだ。使いたかった仮想デスクトップ関連の機能はうまく機能しなかったけどね。そういえば追加アイコンの数はかなり多かったわ。僕が追加したアイコンパックは1000種類以上あって、多すぎて目当てのものが見つからないくらいなのだ。本来ならアイコンに名称が振ってあって検索できるようになっているけど、このアイコンパックには名前が振られていないようで検索機能が死んでいるのが利便性の低い理由ね。中国語で名付けされてて英語じゃ引っかからない可能性もあるのかな。ちなみに本家同様に任意の画像ファイルからアイコンを作成することもできるから、こだわりがある人は自作もできるわよ。任意の画像ファイルだと画像のどこを切り抜くか毎度指定する必要があって、余白が多い画像でも綺麗に表示できるけど、毎回切り抜き箇所を選択しなきゃいけないのは少し面倒なのだ。それではお待ちかねの本家プラグインやアイコンを無理やり導入する方法よ。先に断ると、このソフトには基本動作のホットキーの切り替えが用意されていないから正常に動作しないプラグインも多いのだ。過度な期待はしないで聞いてほしいわ。まずストリームデックの追加プラグインだけど、一般的な設定でソフトをインストールするとここに保存されるわ。ユーザーフォルダにある APP データフォルダは隠しファイルになっているから、表示させるかフォルダーパスを直接入力するかしてアクセスするのだ。一つの例で Discord の追加プラグインをコピーしてみるわね。ストリームドックの追加プラグインはこの階層に保存することで認識されるわ。こっちはソフトの設定からフォルダを開くこともできるのだ。ただ実際の動作に関わっているのはプログラムファイルフォルダにあるデータっぽいから、追加じゃなくて中身を直接いじるならこっちのフォルダを参照した方が良さそうね。中身をいじるとか僕には到底無理なのだ。それで追加プラグインを指定のフォルダに保存した上で再起動すると右の項目に追加されているわ。確かに Discord のプラグインが追加されているのだ。試してみたところ、音声デバイスの切り替えや音量の上げ下げのような一つの結果が得られるアクションは機能することが分かったわ。冒頭に見せた動画のアクションだね。ただ音量なんかは本来バー表示で現在のボリュームがいくつか可視化されるはずなんだけど、その表示はできないようなのだ。その分少し使いづらいわね。あとミュートの切り替えや部屋の入退出のような2つの結果を切り替えて得られるアクションは一方の結果しか得られないことが分かったわ。アクションとしてホットキーの切り替えが用意されていない分、追加プラグインでも弊害が起きているかもしれないのだ。一応対となるアクションがあればミュートの解除、
のように2つのアクションを設定することで機能を使えなくもないわ。本来1つのボタンで済むアクションに2つのボタンを割り当てなきゃいけないのは少し残念ではあるけど、できないよりはマシかな。ちなみに背景画像の切り替えには対応しているみたいで、ミュートの状態なんかは AKP153 の画面からも確認することができるわ。そこは反映されるんかい。そもそも PC のシステム音声と Discord の音声を一致させていいなら、MinTools の追加プラグインで入出力音声の切り替えはできるのよね。Discord プラグインの存在意義。規定のデバイスとして設定できるから Discord の音声設定をデフォルトにすればこっちでも制御できるわ。システム音やゲーム音はスピーカーから、Discord の通話音だけヘッドセットからってな感じでゲームをしたい僕にとってありがたい Discord プラグインなのだ。フォローに必死ね。ストリームドックっていうくらいだから配信向けソフトにも対応しているんだけど、あらかじめ用意されている OBS のプラグインなんかは他の方の動画で紹介されていたから、本動画では本家の追加プラグインである Twitch Studio を試してみたわ。お試しということでマインクラフトのメニュー画面を Twitch で配信してみたのだ。無価値な配信ね。動画は投稿できても配信者レビューはハードルが高いのだ。白飛びしているけど肉眼ではちゃんと見えていたのだ。動作は主にシーンの切り替えを3種類と配信や録画のオンオフを設定したのだ。ゲーム画面から雑談用の画面、退席時の画面のようにあらかじめ設定したレイアウトを切り替える動作。当たり前だけど配信画面にも反映されているのだ。ビデオキャプチャーの画面を切り替えたり、配信を終了したりと、全ての機能が問題なく動作したのだ。なんで Discord プラグインの一部がダメで、このプラグインは正常に動作するのか理由はわからないけど、よく配信者がやってるワンボタンで配信画面を切り替えるやつとかちゃんとできたから、お金に余裕のない配信者さんにはおすすめできるわね。あとはアイコンも同様に指定のフォルダに追加することで利用することができるわ。ストリームデックでお気に入りのアイコンパックを見つけたなら持ち込むといいわ。注意点としては、自負には対応していなかったり、検索タグが活かされないみたいなのだ。タグの仕様が違うのかしらね。まあ私たちは一つのアイコンパックしか追加していないから、文字通り一例として参考にしてちょうだい。汎用的に使えるおすすめアイコンパックがあればストリームデックやドックに限らずコメントで教えてほしいのだ。とまあ、こんな感じで本家の追加プラグインやアイコンも利用できることを示せたのだ。ちなみに本家の基本プラグイン、ホットキーの切り替えを持ってきても正常に動かなかったわ。同じこと考えたそこの君、諦めて僕と一緒にソフトのアップデを待つのだ。アップデートされる日が来るといいわね。お次はストリームデックにできてストリームドックにできないことを説明するわ。名前が似てて混乱するのだ。あくまで私たちが確認したことに限っていて、未だ気づいていないデメリットがあるかもしれないことに注意してね。ざっとこんな感じだけど使ってまだ日が浅いから少なめかしら。書ききれていないほどあるのだ。まずはすでに説明したデメリットについておさらい。シーンの切り替えやフォルダの遷移など、画面の切り替え速度が遅い。この操作が多い人ほど地味なストレスにつながるわね。ホットキーの切り替えアクションが用意されていない。これは本家のプラグインを入れてもダメだったわ。通常の追加プラグインにちゃんと動作しないものがある。MinToolsの仮想デスクトップ関連やスクリーンセーバーのプラグインなんかね。Discord 関連のプラグインはない。中国内では Discord を使用することができないから仕方ないわね。引数を含むショートカットやアプリの立ち上げができない。Discord や Windows 11の Windows 標準ツールなんかは開くから立ち上げることができないわ。アイコンの文字列検索ができない。厳密には英語の検索タグが付けられたアイコンパックがほとんどないってことだけど、中国語でタグが振られているのかしらね。こんなところかな。続けてまだ説明していないデメリットについて説明するわ。ボタンを押してもうまく動作しないことがある。頻度としては10時間利用して1回あるかないかくらいだけど、改善するためにソフトを再起動しないといけないのが面倒ね。マルチアクションに含めると正常に機能しないアクションがある。これは行うアクションに依存するようなのだけど、例えば画面の明るさを暗くするコマンドは、マルチアクションに含めるとなぜか画面を明るくする挙動になったわ。真逆の結果なのだ。画面の明るさ制御が1段階の増減しかできないのに全体で20段階近くの状態があるから、マルチアクションを活用することで最小の明るさにさせたかったんだけど、何をしても明るくすることしかできなかったわ。明るくて綺麗な私を見てってことなのだ。それに追加プラグインにある指定ウィンドウを指定の大きさ、
1に移動するアクションを単体では正常に動作するけどマルチアクションに含めると機能しなくなったわ。動画編集作業用に編集に使うソフトやエクスプローラーを一点に立ち上げるマルチアクションを活用してるんだけど、本当は Windows 1も初期化したかったのだ。個々には動作するから現状ソフトが立ち上がった後、Windows 1の初期化としてボタンを4つ押しているもんで、手動でウィンドウ調整するよりは楽だけどね。他にはホットキーの割り当てでオルトとコントロールキー単体を割り当てることができない。正確には割り当てられるけどなぜか2回キーを押すような設定に強制されるわ。これは単純にバグだと思うのだ。解決策としては、パワートーイズのキーボードマネージャーのようなキーボードの割り当てを任意に設定できるソフトを用いて、いずれかのキーにオルトやコントロールキーを割り当てることね。一般的なキーボードにはないファンクション13から24に割り当てて解けば衝突せずストリームドックでも動作させられるのだ。通常オルトキー単体なんて使うことはほとんどないんだけど、オフィス系ソフトでショートカットコマンドを登録するときや、エクスプローラー上でフォルダを新規作成するなどのショートカットキーを設定しようとすると必要になるのだ。こういうマクロキーボードを活用とすると単体オルト押しが必要になるのよね。まだまだ続くよ。次はページが6ページ固定であること。前半で説明した通り使用用途に合わせてシーンを切り替えることができるから6ページもあれば十分だとは思うけど、本家のように数の調整ができないから使わないページがあっても反映されてしまうのよね。使用しないページには飛ばないよう設定するだけなんだけど地味に気になったのだ。逆に6ページじゃ足りないよって人はそれ以上増やせないから注意した方がいいわ。フォルダは5、6回深い階層に作成できたからまず足りなくなることはないと思うけどね。不要なプラグインを非表示にできない。ストリームデックではプラグインやアクションを非表示にすることができるの。初期に設定したら以後使わないアクションやそもそも使っていない初期プラグインなんかは隠してスッキリさせられるのだ。ストリームドックにはその機能がないわ。全く使わない初期プラグインでも居続けるのだ。使用するプラグインの種類が多いほど邪魔に思えてしまうと思うわ。少し手間がかかるけど一応プラグイン単位で表示を消すことはできて、プログラムファイルフォルダ内のプラグインを削除することで存在そのものを消すことができるわ。結構スッキリさせられたと思うのだ。ただし表示されなくなるけど以後使うこともできないのだ。やるときは念のためバックアップを用意しといた方がいいかもね。ドックとデックの違いは以上なのだ。それでは最後に感想ね。有名ガジェットのパクリ商品はいかがだったかしら。なんか悪意ある紹介が聞こえたような。6月頭に届いてからボタンの設定を進めて動画編集にも活用しているけどめちゃめちゃ便利なのだ。まだまだこれから使いこなしていって設定のブラッシュアップを行うところだけど、明らかに右クリックを押す回数とマウス動かす量が減っているのだ。編集ソフトの作業効率はもちろんのこと、アリエクのホームページで商品のスクショ取らなきゃとか、こういうエフェクトないか検索しないととか、編集しながら必要素材を足していく人はなおさらね。容量が悪くてごめんなさい。特に仕事で事務書類を作成する人にはおすすめなのだ。職場で使うなら会社のお金で本家ストリームデックを買った方が絶対いいけどね。何にせよストリームデックの3分の1の値段であれば本家以上のコストパフォーマンスと言える AKT153E はおすすめできるのだ。一つだけ懸念があって、どこかのブログ高で使用して1ヶ月でディスプレイに映像が表示されず、ディスプレイなしのマクロキーボードになり下がったって記事を見たわ。前に3ボタンプラスダイヤルのマクロキーボードを紹介したけど、結局使わなくなってしまったし、同じようにならないといいわね。やっぱりおすすめできないかも。私たちはこれからも使い続けるから壊れたらすぐ報告するようにするわね。よければチャンネル登録お願いしますわ。見てくれてありがとうなのだ。